はコーチのトートバッググラマシーとブルックリン39を紹介します。皆さんこんにちは、さとこです。今日も動画ご覧いただきましてありがとうございます。先日言ってました、10月誕生日付きということでコーチのバッグ2つ注文しました。そちらが、こちらのトートバッググラマシー。こちらね、以前夏のマイケルコースの動画の中でも言ってました。ちょっとね気になってるトートバッグ。そしてこちらブルックリン39はもうね、コーチ去年の秋頃から爆発的な人気が出たモデルなんですけども、今回それにこの少しレザーにこういった色落ち加工がしてあるラブドレザーというものの新作が出ましたので、そちら購入しました。グラマシーの方見ていきます。こちらグラマシーなんですけども、私何度も言ってます通りもともとトートバッグ好きで、特にこれはコーチのウェブサイトの方で私の好きなやっこさんデザインの形になるっていうことでもうしばらく結構見てて欲しかったんですけども、今回大きいバッグ買うとしたら新しく買ったロングブーツが黒いので、そちらに合わせて黒いものが欲しいと思ってました。私あまり真っ黒のものってそんなに洋服もバッグも持たないんですけども、今回ねちょっと黒の方注文してみました。でね、開封動画にもアップしたんですけども、当然黒を注文したので黒なんですけども、第一印象としては黒いっていう感じですね。やっぱりサイズが大きい分なんか黒の面積がすごく大きくて、ちょっと黒すぎたなっていうイメージではありました。ただねやっぱりレザー上質で、こちらにちょっとスタンプのロゴ、こちらのハンドルの方は長さの調整ができるベルトとなっています。反対側も同じような作りになってます。そして、コーチのタグですね。はい、で今ねこちらね中の詰め物を抜いた状態でやっとこう柔らかい雰囲気になってきたんですけれども、私やっぱりねこちらのトート欲しかったのはやっこさんスタイルになるっていうことで、すごく形に惹かれますって購入したんですが、そういう形にもなりますっていう程度なのかなっていう、ちょっとこれですとこういう一人で立つっていうのはちょっと難しいと思います。自立はしないです。でちょっとラップトップ、これすいませんケースだけなんですが入れてみると少し立つかなっていう形です。やっこさんスタイルはね、なんか後でコーチの販売員の人の動画を見てたら自分でそのようにスタイリングしないといけないみたいで、こういう風にちょっと押し込んだりとかしないといけないので、入れるものを入れて運ぶっていうにはそうですね、なんかちょっと小さい四角いものをこういう風に入れると少しこういうシェイプにこういう少しやっこさんっぽくなるっていうことです。ただ旅行の時などに物をたくさん入れると普通のバッグになってしまうっていうことですね。これがねちょっと、想定外だったっていうか、どうやって形になってるのかなって思ってて、そしてもしね形をシェイプをキープするとしてこういう形だったとしたら横幅はまた限られてしまうっていうことなので、そういうことかなと。そして特にですねスウェード素材のものはお互いの摩擦でこういうところなどもこうくっつきやすいと思いますので、少し形キープできるかなと思うんですが、レザーの場合はねこちらとっても上質なスムーズレザーで、使ってる間にもっとくたっとしてくるレザーになりますので、
もうねもっとやっこさんの形はキープできなくなると思います。ちょっとこれはね残念なんですが、私ちょっと大きさも大きさはいいと思います。ただねこれでここジッパーがなくてですね、ここスナップボタン一つっていう、いわゆる高知アウトレットのシティトートと同じ形になるんですが、でもですね幅がものすごく広いです。自分の肩幅よりもかなり広いので、かけた時にですね前側はいいです。このように押さえられますので。ただこういう風に歩いていて後ろ側ですね、かなりの広さがこう口が開いた状態になってしまいます。ですのでちょっとこれでニューヨークとか行きたいんですが、ちょっと飽きすぎかなと思います。そして私の場合まだちっちゃい子供がいるので、子供に気を取られてる間にこういうことがあってもちょっと難しいかなとは思いますので、ちょっとこれはですねキープしないで何かと交換していただこうかなと思ってます。でこちら、ブルックリンも同様なんですが、質のいい、牛革1枚作りのためライニングなども使われてません。革はそのままっていう形です。内側にこの大きめのポケット1つついてるんですが、そのライニングがないためそのポケットの縫い目が外側にもこのようにして見える形となってしまってます。私前々からそれで気になってたのが、このコーチのですね黒いレザーのこのハイエンドのラインですね、グラマシー、エンパイア、ブルックリンとかって、ここの糸のスティッチの色が白を使われてるのかなって、随分他のカラーよりはちょっとスティッチが目立つなっていう風に思ってたんですけど、こう肉眼で見ると黒というか少しグレーに近い黒の糸が使われてます。これがねまたね私ちょっと目立ちすぎるんじゃないかなっていうので、ちょっと個人的にねあんまりなんていうんだろう、もっとスムーズな遠目で見ればそんなにはわからないですがね、一度気になってしまうと、特にこういった金属のアクセントがある部分とかにはですね、すっごくこのスティッチの存在が気になってしまって、今回黒、グレー、ダークグレーかなっていうのを確認できたんですけども、それにしてもちょっとスティッチが目立つ形だなとは思いました。でそして今ねグラマシートートは現在こちらの、ミディアムサイズっていう名前がついてるんですけど、ものすごく大きいです。でミディアムサイズしか出てないんですけども、発売された当初ですねミディアムっていう名前ついていなくて、最近になってミディアムっていうのが付けられたと思うので、もしかしたらスモールサイズ、さらに大きい、またユニセックスで使えるような X ラージとかっていうね、さらに大きい、ちょっとふざけてるっていうぐらい大きいサイズもしかしたら出してくるかもしれません。はい、グラマシートートミディアムサイズ、こちらレザーのブラックです。とっても素敵だと思いますが、ちょっと子育て中の私には少しねあまり不向きなデザインかなと思いました。せめてこの内側にですね隠れたジッパーがトップのジッパーではなくてちょっと内側に入ったジッパーがついていたらまた別だったかなと思うんですが、おそらくねそのジッパー使っちゃいますと、このシェイプがこのシェイプにしかなりませんよね。こういう柔らかいちょっとくたっとしたのはそのジッパーがついてないためにいろんな形をね楽しめるものだと思いますので、おそらくそのように意図してジッパーなしで作られた商品だと思います。
はい、そしてこちらはブルックリン39になります。もうね、私これは1年以上、1年ぐらいですね。もういろんな色を眺めて、もうどれがいいんだろうとかもう散々悩んでて、悩んだ上で一回もうこれはレコーシを諦めようと思っていたものなんですが、今回その先ほども言いましたラブドレザー加工がされたものが登場しまして、わーこれだったら茶色いブーツと黒いブーツどちらでも合うなって思ったのと、まあ確かにグラマシーと同じように黒の面積多いんですけども、なんか少し抜け感があってこれならいいと思って決めました。で今回このラブドレザーっていうのは、私最初もしかしてなんか、プリラブドっていうのがユーズドみたいな形で英語では使われてるので、このラブドレザーっていうのを最初聞いた時になんかあんまり新品っていうイメージがなくて、昔のレザーとかを再利用して作られたものなのかなと思って一瞬なんかあまり興味湧いてなかったんですが、あっという間にですね、またねエンパイアのラブドレザーがすっごい人気で YouTuber の方たちがどんどん買ってアップしてます。現在このラブドレザーが使われているのはこちらのブルックリン39と28、小さい方のサイズも出てます。それとエンパイアの26番、そして、タビ各種出てます。ラブドっていうね、この少しねこの色落ち加工なんですけども、裏の方結構ちなみにこちら足ついてません。グラマシートートの方はついてます。このねラブドっていうことで、要はその少しユーズド加工っていう意味で使われてるんですけども、こちらね普通の黒いレザーでこのバッグを作った後に職人さんが手でこのように色を落としているんだそうです。なので、1点たりとも全く同じ色落ち具合っていうものはなくてですね、ものによってはすごく落ちちゃってたり、この色の境目がすごくくっきりしてたりですね、もっと色落ち、例えばこことかすごく落ちてますよね。これぐらい落ちてるのが上の方にまで来てたりだとか、ちょっと私店舗で見ないでオンラインでオーダーして届いたものなので、どの程度のものが届くかっていうのは分からなかったんですけど、私はこれはちょうどいい具合なので、特になんだかここが気になるわっていう箇所はなくて、もうほとんどパーフェクトな具合です。でこちらプリラブドの商品ほぼ全てチャームがもともとついてます。でこちらバッグの種類によってチャームの種類も違ってくるんですが、こちらのブルックリンにはこの大きなダイスサイコロですね。なんかね今年はちょっとラスベガステーマがラスベガスのものが流行ってて、コロナも完全に終わってまたラスベガスにみんな遊びに行くような時だってことなのかわからないんですが、はい、そしてこちらコーチの鍵です。これがねすごくクールだと思ったんですよね。そしてこちらはターンロック付きのクロシェット、よくビトンとかについてて鍵を入れる感じですね。私はこれをこの中に入るのかなって思ってたんですが、もうこうストラップ自体が離れているので、これはこういうものなのかもしれません。中にねちょっとキーリングのようなものがあるんですが、これは多分使わないで、ただこういうサイコロ、タグ、鍵、そしてクロシェットです。
で価格の方は通常のブルックリンよりもこのチャームの分価格は$50増しとなってます。でこれもともとついてるものなのでチャーム選べないんですが、通常コーチのチャームこれだけ買うっていう風になると$100は超えるものですので、まあね若干お得かなと思ってます。ただ日本のコーチのサイトの方では、アメリカの$50分よりはもっと上の差額となってますので、ちょっとそちらの方また後で見ていきたいと思ってます。はい、そしてこちらも中の詰め物を外してこんなちょっと少し柔らかい感じとなりました。でも独り立ちできます。やっぱりまあ細いっていうのもありますが、ストラクチャーがねグラマシーよりもこの取っ手の部分などがちょっとかっちりしているタイプで独り立ちします。そしてラップトップなんですが、こちらケース必要ですのでまあケースの方はですね、こちら13インチから15センチ対応のケースなので若干大きめになってます。縦に入れるとちょっと上はみ出しちゃってますね。5センチほどでしょうか、まあ、5センチ弱ですね。3、4センチはみ出してしまうっていう形になってます。でも横に入ります。スナップボタンがちょうど閉まる形です。これは、計算されてますね。これは最高です。で肩にかけると自分のこの腕の範囲で空いてる部分が収まってますので防犯にはとてもいいと思います。はい、そうしまして中の方なんですけども、こちらもライニングなしの一枚革となっております。内側にポケットが1つついてまして、先ほどのグラマシートートと同じ感じでこちらにスティッチの方が見えるようになってます。で先ほど言いましたスティッチなんですけども、グラマシーに比べたらまあ構造上ねあんまりブルックリンの方はスティッチが見える形ではないんですが、こういう風に見た時に全然スティッチのカラーがこことかですね気にならないようになってます。まあこの少しラブドレザーの加工のせいもあるんでしょうけども、こちらとねこの見た時にすごく目立つなっていうのがちょっと私気になってます。はい、こうやって隣に置いとくとなんかまるでドーベルマンに守られているような感じですが、ここのところがなんだか耳のようで、将来はねドーベルマンに1頭を飼うっていう夢があります、はい、でこちらコーチジャパンのオフィシャルのブルックリンのページとなるんですが、現在ねこちらの39番のラブドレザーがなくなってしまってます。 2,3 日前に見た時にはあったんですが、もしかしたら完売してしまったのかもしれません。で普通のブルックリンショルダー39番が99,000円っていうのに比べまして、私が見た時こちらのチャーム付きのラブドレザーは11万円っていう価格になってました。なので、アメリカドルで$50の分の差額が2万円になってしまってるっていうのはちょっとすごいなってその時私思ったんですけども、まあ、もしかしたら、チャームの分を普通のチャームを足したのと同じ値段設定にしてあるのかもしれないなと思いました。ブルックリン28番のラブドレザーの方チャーム付きですねはまだこちらあります。82,500円となってます。日本の場合28だと1万円ぐらいの差ですね。39だと2万円の差となってます。そしてこちらのですねブルックリンショルダーバック39フリンジ出てますよ。こちらも11万円なんですね。これ相当可愛いと思いますね。これでなんか白いファーのコート着てブーツもフリンジなんかでめっちゃ可愛いと思います。まあもともとフリンジが好きなので、先日のマイケル・コースの
ハミルトン復刻版にもうちょっと夢中になってしまったんですけども、こちらもちょっとチェックしてみてください。はい、今日はコーチのトートバッググラマシーの黒とブルックリン39ラブドレザーのチャーム付き一緒にご覧いただきました。いや、こんな調子でねエンパイア手に入れるのはまた先になっちゃったのかなっていう感じなんですけど、自分の中では先日ね21番購入したのでちょっと心が満たされまして、年内こんな感じかなと思っております。今日も動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いします。